皆さんこんにちは、ルーガルです。今回は鶏肉の味を生かして香味野菜の旨味をマッチさせた家庭でできるアレンジ料理を作ります。材料はこちら。では作っていきましょう。ルーガルクッキー。まずはじめに鶏肉に塩コショウをまぶしていきます。鶏肉に塩コショウをまぶすことによって鶏肉の余分なドリップを取り除きます。ドリップを取り除くことによって鶏肉の臭みなどが取れます。また塩コショウをしっかりと振ることによって鶏肉に下味をつけることができます。こんな感じに塩コショウをまぶしましたら10分程度寝かしていきます。その間に野菜の処理の方を行っていきます。野菜の処理を行うとこんな風に下にボールを引くことによって後の掃除が楽になります。では、人参、じゃがいも、玉ねぎの皮を剥いていきます。こんな感じに人参はピーラーを使って皮を剥きます。この皮をボウルの方へ入れていきます。じゃがいもも同様に行っていきます。玉ねぎの芯に関しましては、ペティナイフがある方は、こういう感じにペティナイフの先端を使ってくり抜いてもいいですし、1オープンにした時にとっても問題ありません。セロリに関しましては、茎しか使いませんので、葉っぱの方は別の料理に使います。こんな感じに処理ができましたら、切っていきます。玉ねぎ、じゃがいも、人参、セロリ、すべてにおいて、ある程度同じ大きさに切っていきます。同じ大きさに切ることによって、炒めた時に火の通りやすさが均一になるからです。こんな感じの大きさに切っていきます。玉ねぎはこんな感じに大きめにしていきます。ニンニクはこんな感じに少し小さめに刻んでいきます。野菜の処理が終わりましたら、鶏肉の方からしっかりとドリップが出てきましたので、キッチンペーパーなどを使ってこのドリップを拭き取っていきます。このドリップには鶏肉の臭み成分なども含まれていますので、しっかりと拭き取ってください。ドリップが拭き取りましたら、鶏肉の方を切っていきます。鶏肉は今回は胸肉を使っています。胸肉はもも肉と違いまして、肉の塊の間に皮だけがついている部分があります。この部分をめがけて包丁で切っていきます。そうすることによって肉に傷が入らず保水性が上がります。ですので、この皮の部分だけのところを切ってください。鶏肉が大きければ身の部分もしていただいて問題ありません。すべての処理が終わりましたので、炒めていきます。野菜を焼くフライパンにはオリーブオイルを加え、その後、ニンニクを加えて炒めます。はじめにニンニクを加えることで、オリーブオイルにしっかりとニンニクの香りを移します。こんな感じにニンニクがしっかりと炒まり、オリーブオイルにニンニクの香りが移りました。先ほど切りました人参、セロリ、玉ねぎを加えて炒めていきます。この時注意点ですが、じゃがいもは加えません。先に香味野菜を炒めることによって、香味野菜がベイラード反応し、旨味を最大限に引き出すことができるからです。この野菜をしっかりと炒めている間に、オリーブオイルで鶏肉を焼いていきます。鶏肉は皮面から入れ、皮面をしっかりと焼きます。まだ鶏肉をフライパンに加えるとき、軽く動かしてください。フライパンの温度が60度を下回ってしまいますが、フライパンに鶏肉がへばりつきやすくなるという性質があります。そのため、鶏肉の表面温度を60度以上にするためにフライパンを動かします。肉を焼いて始めましたら、野菜の方に塩をまぶしていきます。塩を加えることで、
天井やすように野菜から水分が出てきます。この水分には野菜の旨味も含まれておりまして、しっかりと加熱することによって水分が蒸発し、その蒸発して旨味が凝縮された成分を野菜が吸収するのです。それによって野菜本来の旨味というものが凝縮され、焼けた時に美味しく仕上がることができます。野菜をしっかりと炒めましたら、じゃがいもを加えていきます。野菜を炒めているうちに、こんな感じに肉が焼けていると思います。このように、しっかりと皮面を焼いてください。この段階に至るまでに、肉の面はあまり焼かないでください。これは保湿性を最大限に高めるためです。肉の面を焼いてしまいますと、そこから水分というものが漏出してしまいます。鶏肉の水分は肉の細胞の中に含まれていますが、焼きすぎによってその細胞が破壊されることによって水分が人に出てきてしまいます。それによって肉の旨味、成分はもちろんですが、肉がパサパサになってしまいます。それを避けるために皮面だけをしっかり焼き、肉の面を焼くのを控えてください。肉を焼いている間に野菜の方がある程度火が通りましたので、ここで鶏ガラ、タイム、ナツメグを加えていきます。鶏ガラを加える理由としましては、鶏ガラにはアミノ酸が含まれています。アミノ酸は複数の種類のアミノ酸を加えることによって旨味が相乗効果によりより料理が美味しくなるんです。そのためここで鶏ガラを加えます。まだタイムを加えることによって食べた時タイムのほのかな香りを感じることができます。そしてナツメグを加えることによって料理にコクや深みを足すことができます。ある程度混ぜましたら次に料理しみりんを加えて先ほど焼いていました鶏肉を加えていきます。鶏肉を加えた時にフライパンには肉の旨味が残っています。ですのでここに水分を加えてしっかりとフライパンにこびりついた旨味というものをこそぎ落としてください。その水分も鍋の方に入れていきます。野菜、鶏肉をある程度混ぜましたら、ここにトマトペーストを加えていきます。トマトペーストを絡めまして、塩、胡椒で味を整えましたら完成です。では、盛り付けの方に移っていきましょう。香味野菜をお皿の真ん中に盛り付け、上に鶏肉を乗せますと完成です。食べた時に鶏肉と香味野菜の旨味、後からニンニクやタイムの香りが感じられ最高に美味しいです。ぜひ作ってみてください。